今日の動画では2月中にどうしてもやりたかった金沢旅行の日記を書いていこうと思います。2月の初め頃に今月やりたいことリストを考えてたんだけど、その時にも金沢旅行の日記を書くっていうのは書いていて、昨日の夜にまだやり残してたことあったかなって思って見たら、まだいくつかできてないこともあったんだけど、金沢旅行の日記を書くっていうのはすぐにできそうだったので書くことにしました。日記で使う写真はもうプリントしてあります。この辺はね、3年日誌で使おうと思ってるんだけど、金沢の時の写真は今日使っていきます。ではまずこれを切り取る。本当はカッターできるのが一番綺麗で早いと思うんだけど、下に敷くカッター用のマットを持ってないから、いつもハサミで切ってます。さっき日記を書く前に今までの日記を読み返してたんだけど、このノートを書き始めてから最初に書いた旅行の日記は韓国に行った時の日記を書いたのが最初ですね。その次に行ったのが群馬に行った時の日記です。でその後が紙箔で買ったものとかもノートにまとめてて、箱根旅行の時もノートにまとめてます。と美術館に行った時のも書いてる。これは旅行ではないけど、ハリーポッターのスタジオツアーに行った時の日記がこちらです。懐かしいちびまる子ちゃん展の日記もお気に入り。大阪京都の日記はこんな感じになってます。去年行った時の日記ですね。このイラスト可愛くて気に入ってます。あんずちゃんと代々木に行った時の日記はこんな感じで書いてますね。これが愛媛に行った時の日記。これが最後の旅行日記かな。なので愛媛ぶりに旅行日記書く。旅行日記のいいところは、その日記を読み返したらその時の思い出が蘇りやすくなったりとか、その時の感情まで思い出しやすいっていうのもいいところですよね。例えばその時に何かを見てどう思ったかとか、こういうのに感動したとか、こういうことをされたから嬉しかったとか、日常で感じる感情と旅行の時に感じる感情はまたちょっと違う気がしてます。あと私、旅行の日記で食べたものとかも記録に残してるんだけど、食べたもののイラストを残したりとかするだけでも日記を読み返した時に味まで思い出せるっていうか、あ、これ美味しかったよなって思い出しやすくなりますね。こんな感じで写真は全部切りました。私が iPad でコツコツ描いていたイラストなんだけど、これも印刷したので切り取っていきます。お家で印刷した割には綺麗に印刷できたかな。日記で使いたくて旅行に行ってからちょっとずつ書き進めてました。この絵を描くのに使ったアプリはプロクリエイトっていう有料のアプリです。前買ったカレンダーのスタンプを押します。綺麗にできるかな。じゃん。あ、めっちゃ綺麗にできた。でこれで旅行に行った日に丸をつけていく。そしたら次はどういう風にイラストや写真を貼っていくか、配置を考えます。貼りたい写真が
多すぎて文字よりも写真の方が多くなっちゃいそう。これ前にダイソーで買った角が丸くなるっていうパンチなんだけど、これめっちゃおすすめです。例えばこの写真の角を丸くしたいなって思ったら、この写真の角をここに合わせて、こんな風に角が丸くなりました。で4回やったらあっという間に角が丸くなった。これ本当にね、買ってよかったです。この小さい角捨てるのがめんどくさいけど、いつもはゴミ箱の上でやってます。なんかこのマスキングテープ金沢っぽいデザインだったので使います。確か紙箔であったお裾分けっこに入ってたシール、これを半分に切って、ここに金沢旅行って書きたいんだけど、その文字の上下にこれを貼ります。これ結構可愛く描けた九谷焼の小皿です。イラストに立体感が出るように写真の上に貼っていきます。海鮮丼の下の方の角も角丸で角を丸くしてます。サブチャンネルではここまでとなります。また文字を書いたものはインスタグラムの方で投稿する予定なので、ぜひそちらをご覧ください。でもちょっと
写真が多めでごちゃごちゃに見えますね。また追加でシールを貼ったりしてバランスよくしていきたいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。